ちは、わかです。今回はハーフパンツを作ります。雑誌にいい感じのハーフパンツが載っていたので、これを参考に理想のハーフパンツをまとめました。まずカラーは何にでも合うベーシックカラーで、絶対譲れないのがとにかくハイウエストなこと。そして太ももはほとんど出ないということ。ラインがきれいに見えるようにタックが入っていることが私の理想のハーフパンツです。そんな理想のハーフパンツがなんとこちらにバッチリ載ってたので、今回はこちらの着回すセットアップを使って作りたいと思います。こちらの本は全ページ神山マリアさんがモデルをされてて、もうね、もはや雑誌、ほんと普通のファッション雑誌みたいで全ページ楽しめます。どのお洋服もとっても洗練されてて、ほんと仕立てのいい服っていう感じの服たちがたくさん載ってます。今回作るハーフパンツと同じ型で作るスラックスも載ってるんですけど、それもほんとかっこいいデザインで、今度また別の動画で作りたいなって思ってます。今回使用するのは野村テーラーさんで購入したアヤウール生地無地です。程よい厚みのある生地で、ジャケットとかパンツ作りにはもってこいかなと思います。こんな感じで若干の伸縮性があります。適度な光沢感があるので、そこそこ高見えする服が作れるかなという印象です。見返しに使う生地を選びます。今回はこちらの綿 100% の花柄の生地を使いたいと思います。若干のチクチク感が痒くなりそうだったので、今回は裏生地を使いたいと思います。初めて静電気防止生地を買ってみました。はい、ではポケットを縫い付けていきます。ポケットを作るのが慣れてなさすぎて、何回も本を見てイメトレしました。今回のポケットの最大のポイントが、縫い付ける時にこちらの縫い代にだけステッチをかけるというところです。あんなに気をつけて縫っていたのに、やっぱりズボンの方にステッチかけちゃいました。わかりますか？これ正解はこうなんですよ。こう、ね、全然縫い目が表から見えないでしょ。これが正解なんですよ。だから縫い代に縫ってねってずっとやってたのに、結局
もうでも袋の閉じちゃったよ。もういいかな。もう後ろだからいいかな。ダメ？もういいってことにしない？やっぱり嫌すぎたので結局どうにかほどいてやり直しました。はい、やり直してこんな感じになりました。無事に。よかった、やっぱりやり直してやったー。ポケットが縫えたらまた下と空き止まりまで綿ぐりを縫っていきます。裏生地のズボンも作りました。そしたら外表にしてこのように重ねます。今回見返しとか持ち出しとかやたらパーツが多くて本を一生懸命読んでるんですけど、現状何がどうなってるのか全く想像がつかなくて大丈夫なのかなちゃんと完成するか不安になってきました。なんかこれを使って完成する未来が全く予想できないとにかく本を信じて作っていきます。めっちゃ時間かけて解析した結果、多分こういうことかなと思います。見返し後ろウエスト見返し上、前ウエスト見返し上の左右で、同様に後ろウエスト見返し下のと左前ウエストの見返し左右っていう感じですね。もうわけわかんないですね。でこれ輪になって取るように書いてあったんで、よく見たら1枚ずつって書いてあって、ちょっと余分にカットしてたっていうことが判明しました。
多分こんなに必要なかったんだと思います。とりあえずこれでいいみたいなので縫い合わせていきます。見返し下を縫い合わせました。ここ上下1センチ縫い代を取ってアイロンで癖付けてあります。で、右前の方はこんな感じでここも1センチ折ってこちらも癖付けてあります。あき止まりからスタートして見返しを1周縫っていきます。そしたら角をこのようにカットして全体をひっくり返します。そしたらステッチをかけていくんですけど、見返しと縫い代だけにこのようにステッチをかけていきます。見返しのところです。ここもここの縫い代に 0.2 ミリ開けて縫うらしいんですけど、縫ったんですけど、なんとここまで縫ってほしいみたいなんですよ。ここまでめっちゃここ際すぎて縫いにくそうだったんで、ちょっと待ってって思って、ここ一回ちょっとしつけしてから縫おうかなと思います。なんせね、裏生地つけてるから私めっちゃ縫いにくそう。絶対なんかどっかいらんとこ縫いそうなので、ちょっと一旦しつけをしてから縫います。はい、見返し上をこのようにしつけ糸で縫ってきました。そして事前に書いていたタックの印が全部裏生地に書いていたので、なんと消えてしまいました。なので今慌てて書き足しました。そしたらタックを縫っていきます。このような感じで重ねて印同士を合わせていきます。今回縫うのはこの印とこの印の間を縫っていく形になります。なんですけど、なんと今回縫うのがここなんですよ。このラインの上じゃなくて、開けた時にステッチが見えないようにここを内側を縫うような感じになります。もう大パニックです私。ちょっと心配だったので、いつものしつけをね先にしました。こういうタックになるんですけど、ここをこう縫ってねっていう指示ですね。このしつけの糸の上を今から縫っていきます。ところで皆さん、足のマッサージなどは習慣にされてますか？私ものすごくむくみやすいんですけど、マッサージがなかなか習慣化できなくって、こういうマッサージ器具とかも買っては放置しを繰り返して今日まで来ています。ハーフパンツを履くならば少しでもお見苦しくない足にしないとなって思って、久しぶりに頑張ってみました。これを機にまたマッサージ頑張ってみようかなって思ったり思わなかったり
またやらなくなるんでしょうけど、また時々頑張ろうかなと思います。むくみ対策でこれは効果あったっていうようなことがあったらぜひ教えていただきたいです。ファスナーを縫っていきます。ファスナーも全然つけ慣れてなくて全然イメージが湧いてないんですけど、とりあえず指示通りにつけていきます。ここファスナーの印つけてるので、ここをバーッと縫ってから右前開きにこんなような感じでつけて、ここ縫い合わせていきます。ファスナー付けも理解するのにほんと時間かかって、めっちゃほんとにらめっこして作りました。とりあえず左前開きの部分にファスナーがついた状態なので、次は右前見返しにファスナーを縫い付けていくみたいです。はい、縫い付けました。こんな感じで見返しにのみ縫い付けることで、こんな風に表からステッチが出ないような作りになってます。これもめっちゃ縫いにくくて大変だったけど、なんとか完成しました。と見返し下をしつけで縫いました。ここは中に入れ込むそうです。ここからバーッと一周縫って、下もバーッと一周縫います。で、こっちの左前はここまつり縫いで留めます。ズボンの裾です。一旦しつけで出来上がりまで折ってから、こんな感じで縫い代を1センチ折り返します。そしたらこちらの際のところをまつり縫いで縫っていきます。表からステッチが見えないように裾の処理をしていきます。